パーソナルトレーナーのゆうじです。53歳の僕が体脂肪を今減らすならこうやりますっていうね、ちょっと考えがあるんですけれども、僕は今現在ね、体脂肪を落とさなきゃいけない状態ではないですけれども、ただね、身の回りにたくさん体脂肪を落としたいという人がいるので、ちょっとその辺をね、僕だったらこうするな、こういう風にするなっていうね、アイデアがあるんですけれども、もちろんね、そんなに極端に減らすとかっていうことはしなくていいと思いますけれども、今現在ね、やっぱりちょっとあるから少し減らしたいなという人に向けて今日はこの話をしていきたいと思っています。ただね、この体脂肪を減らすと言っても、とにかくね、ガンガンやって、ものすごい食事をして、それなら落ちるだろうっていうね、当然それはそうなんですけども、そこをですね、一般の50代として考えたときに、やっぱりね、ちょっとね、ある意味前提条件というのがあるんじゃないかと思うんですね。その前提条件というのが、一つは、時間を多く使わないこと。やっぱりね、働き盛りで忙しいですし、家庭のこととかいろいろ付き合いもあったりとか、なかなかね、体脂肪を落とすことだけに全てをかけるというわけにはいかないので、時間をできるだけ多く使いたくないというのはあると思います。で、あとはね、食事管理は難しいというね、これもあると思います。食事管理が難しいというのは、その食事に関してだらしになるかどうとか、そういうことではなくて、やっぱり忙しい毎日なので、それをね、自分でご飯を作る、あるいは奥さんにご飯をわざわざ作ってもらうとか、で、それを弁当を持っていくとか、そういうことがなかなか難しかったりね、営業で外に出てれば弁当を持ち歩くことができなかったりとか、そういうのはありますので、いろんな意味でね、食事管理が難しいというのはあると思います。それも一つの前提条件です。で、そんな中で、でも結果を出したいというのがあるわけですね。なかなかね、難しい線といえば難しい線なんですけども、でもそういったような状況だと思うんですね。そんな中で何をやったらいいのかですけれども、具体的にね、細かく何をやったらいいというよりは、どういうふうに燃焼させていくかという、この方向性ですね。この大きなコンセプトをしっかりと考えていく必要があるんじゃないかと思っています。いくつかポイントがあるんですけれども、一つ目というのが、毎日燃焼という考え方ですね。ダイエットのために運動するって言ったら、週2回運動して、自分は週2回頑張ってるっていうね、そういうね、気持ちはあると思うんですけれども、ただ、週2回だけ運動して、痩せるかどうかというと、これはかなり難しいんですよ。単純に言って、7日あるうちの2日だけエネルギーを消費しても、残り5日間はしてないわけですね。そうすると、どう考えても燃焼している方が少ないわけですよ。今までよりは週2回運動しているっていうのがあると思いますけど、その週2回でそんな簡単に痩せないというのが50歳以降だったりするので、ここはね、週2回だと結構難しいんですね。実際に目の前でいろんな人を見てきましたけれども、週2回だけでどんどんね、体脂肪が落ちていったという人は、本当にいないです。で、そうではなくて、実際には毎日少しずつ燃焼していくということが大事で、毎日少しずつ燃焼していくと、ずっと燃焼し続ける体を作ることができるんですね。週2回だと残り5日間ストップしているんで、常に燃焼システムが作動している体にならないんですね。だからずっとこう燃え続けるようなそのシステムを作動し続けることが大事だと思ってます。だから基本的には毎日バックランジをやっていくということ。バックランジを20回3セット。3分で終わりますから、これをやっていくということですね。ランニングとかね、ジョギングとかね、ウォーキングもありますけれども、これをなぜ僕がバックランジを選ぶかというと、とにかく手っ取り早いからですよね。ランニング、ウォーキングに出かけるというと、着替えなければいけない。もう着替えてるだけで3分経ってしまうんで、その3分の間にバックランジ20回3セット終わってしまうということですね。で、さらには、雨や風や、ものすごく寒かったり、あるいはものすごく暑かったりしたら、もう行く気がしないじゃないですか。だったら部屋の中でこれぐらいのスペースの中でできるバックランジであれば、絶対に実行可能なわけですよ。しかも出かけることがないのでもうすぐできるというわけですね。だからバックランジをやっていくことが効果を出していけるわけですね。で、そのバックランジ20回3セットを朝ごはん前にやっていきます。朝ごはん前。これね、時間を決めることがすごい重要です。時間を決めなければ基本的に人はやらないです。とにかくやっぱり忙しいので、忙しい日常に流されて、後でやろうと思うとやらなくなってしまうんですね。そうでなくてやっぱりね、時間を決める。で、その時間をいつにするかというのが朝ごはん前が僕は一番いいと思ってますね。それはですね、一日の始まりにバックランジをすることによって、ホルモン分泌を活性化させるということですね。筋トレをやれば成長ホルモンとかテストステロンがどっとね分泌されますけれども、それがですね、足の運動、足の筋トレをやっていくというのが一番ホルモン分泌を活発化させるんですね。上半身の筋肉ってそれほど大きくないので、足の筋肉を使っていくというのは一番大きな運動なので、
とにかくホルモン分泌を活発にさせやすいということです。で、そうすると、今やってるそのバックランジ20回3セットの運動量以外に、それらのホルモンによって体脂肪を燃焼しやすい体内の環境を作れるというわけです。で、その環境を1日の最初に作って生活するということですね。朝ホルモン分泌が活発になれば、それから仕事に出かける。で、その出かける時にも当然ちょっと歩くし、仕事で動いたりね、いろいろやります。で、それ自体も脂肪燃焼をしやすいような体内の環境であれば、もっともっと引き締まりやすいわけですね。だからその環境というのは朝一番に作ってあげるというのが大事ということですね。だから時間を決めるということと、よりね、引き締めやすい体を作るためには、朝ごはん前、朝にやるのがいいと思います。たった3分です。そして2つ目は、代謝の高い体を作るということですね。さっきのバックランジでの今日の燃焼っていうのと、今後燃焼していくところを作っていくという、このね、2つの方向から攻めていくんです。今と未来ですね。で、この未来の方の燃焼を作っていくためには、もうしっかり筋トレをやっていくということですね。筋肉を作っていくことで代謝を高めていくということですね。当然これは必要になってきます。ただ、この筋トレをやっていくのに、あまり時間を取りたくないです。あまり時間を取りたくないっていうのは、なかなか忙しい年齢なので、時間をすごく取るようなトレーニングをするというのはもうやらなくなってしまうんですね。だから短い方が実行しやすい。さっきのバックランチと同じですけど、短い方が実行しやすいので、その方がいいということです。なので、1日20分の筋トレをやっていくということ。で、これはね、もう自宅でいいと思います。こういうベンチとダンベルがあればそれだけで OK なので、その自宅で20分やっていくということ。これもね、本当にジム行ってももちろんいいんですけど、行ければ行ったでいいんですけども、ジムに行くまでもなく、とにかく自分の部屋なら自分の部屋でやっていくというのが、とにかく一番手っ取り早くて時間を使わないですよね。で、それはですね、全身を20分でやるというわけではなくて、パートを分割して分割法で20分以下でやっていくということです。大まかにメニューを説明するとこんな感じなんですけれども、A と B と C があります。A のグループというのは胸と背中とお腹。B というのが肩と足。C が2頭3頭、腕ですね。それと腹筋をやるということですね。こんな感じで A、B、C とね、3つに分けてやるんですけども、で、この内訳を少しね、詳しく説明すると、胸の筋肉でも、このベンチで、まずはインクラインのダンベルプレスで大胸筋の上部をやっていくということ。で、これを3セットやっていく。そしてもう一つ、フラットのダンベルプレスをやっていって、大胸筋のチューブですね、真ん中のあたりをやっていくというのも、これを3セットやっていくということで、全部で胸の筋肉というのは6セットになります。少なくはないですね。そして背中ですけれども、背中は懸垂ができるものがあれば、懸垂やってほしいんですけども、なければ、こういう感じのリバースのダンベルベントオーバーローが1つ。これが3セット。そしてもう1つは、デッドリフトですね。デッドリフトも3セット入れていくということで6セットになってきます。それに腹筋のレッグレーズを3セット。そしてこのクランチというのも3セットやっていきますが、それらをシングルセットでやるのではなく、胸、背中、お腹。30秒ぐらい休憩。胸、背中、お腹。少し休憩という感じで3つを立て続けにやってコンパクトにやっていきます。この感じでやっていけばだいたい20分ぐらいでいけると思います。そして B の肩はサイドレーズが3セット。それからショルダープレスが3セット。足はブルガリアンスクワットが片方3セットずつ。さらにお尻もも裏を使うワンレッグデッドリフト。これもね、3セットずつやっていきます。で、この肩と足も肩足肩足で肩お尻肩お尻みたいな感じで交互にやっていくことで時間を短縮して20分程度でやっていきます。そして C の二頭筋三頭筋腹筋も同じようにも種類はいろいろありますけれども、二頭筋やって三頭筋やって腹筋という感じで立て続けにやってこれも20分程度で終わらせていきます。そんな感じで3つをサーキットでやっていくことで時間を短縮して20分でやっていく。これが A、B、C とあるということですね。で、これを週5やっていきます。平日週5やっていきます。A、B、C、A、B という感じで5日やっていく。次の週はCA、B、CA みたいな感じですね。そんな感じで少しずれますけれども、週5で20分ずつやっていくということですね。20分なのでなんとか時間取れるんじゃないかなと思うんですね。もしね、20分もね、ちょっと難しいとであれば、1セットずつ減らして、3セットではなく2セットずつでもいいかもしれないですけれども、そうすると15分ぐらいで終わるかなと思いますね。とにかく分割してこれも小分けにやっていくということが大事ですね。まとめてやっていくと代謝の高い体を作ろうと思うと、やっぱり1回が60分とかになっちゃうんですね。で、それに比べれば20分でなんとかやっていけると思いますので、20分を分割してやっていくということ。で、これも時間を決めてやっていきます。
この時間は晩ご飯前ですね。その理由としてはですね、これはね、食事との兼ね合いになってくるんですけども、食事もね、最初に言ったように、いちいちね、ダイエットのためにね、いろいろ作ってられないと思うんですね。だからね、やるべきこととしては、3食普通に食べるということ。朝昼晩普通に食べるということ。で、それがね、ささみとか鶏の胸肉じゃなくてもいいんですけれども、特に仕事中外に出ていると、そういったものを食べるわけにもいかないので、とりあえずは魚定食ですね。魚のセットメニューを頼めば、それで十分いいです。ただ、魚のフライではなくて、焼き魚とか刺身とか、そういったようなもののセットメニューということですね。あるいは牛の赤身であればいいかなと思いますね。そのぐらいであれば、なんとかね、外で食べる時でも見つかるんじゃないかなと思うんですね。で、炭水化物は特に削らなくてもいいです。普通の量を普通に食べればいいと思うんですけども、普通に食べながらも筋トレを晩ご飯前にやっていくということなんですね。で、それはですね、筋トレやると体内の糖質グリコーゲンというのもかなり大量に使います。で、そうすると筋肉細胞の中に入るべきグリコーゲンというのが出た状態になってるんですね。で、その直後に食べる食事の炭水化物というのは、すっからかんになったこの筋肉細胞の空いたスペースに元に戻すということで、これはですね、晩ご飯で炭水化物を抜く必要はないけれども、晩ご飯で食べた炭水化物を筋肉の回復のために使うということですね。それで余らせないということ。ここは大事なわけですよ。炭水化物を抜くのも結構気持ち的に辛いと思いますけれども、その直前に筋トレをやっていれば、その炭水化物はうまく使われるということですね。そんな感じで筋トレを20分ずつですけども、ちゃんとやっていくことで、筋肉も増やしていきたいわけです。で、筋肉が1キロ増えると。1キロ増えるのは大変ではありますけれども、一生懸命やって筋肉が1キロ増えるとですよ。そうすると、年間ね、2キロ得するんですよ。2キロ得するっていうのは、筋肉が1キロ増えた状態の場合、その分余分にエネルギーを消費していくんですね。その消費というのが1日1日で見るとほんの微々たるものなんですけども、年間で見ると体脂肪を2キロ燃やすだけのエネルギーをずっと消費し続けるものがあるというわけです。だからさっきのバックランジとかあるいは筋トレすること自体でエネルギーを消費するのとはまた別に、ただ筋肉が1キロ多いだけで以前よりは2キロの体脂肪がどんどん毎年減っていくという状況を作れるわけですね。これは逆に言えば、そういった体を持っていれば、体脂肪が2キロ増えるぐらいのエネルギーを取っても太らないというわけですよ。僕なんか結構ね、今その状態で筋肉をしっかり作っているので、そこまでギスギスした食事をしなくても、ものすごく減らさなくても、炭水化物をすごくカットしなくても、ある程度お腹を割れている体というのが作れているわけですね。それが筋肉を増やすメリットということです。だからバックランジで日々のエネルギーを消費していくということ。代謝の高い体を作っていくということで、将来的に引き締めることにおいてはもっと楽な体を作っていくということですね。そしてその食事とトレーニングのタイミングを考えていく。ここを賢くやっていけば、時間をあまり多く使わなくても、食事をね、かなりカロリーをカットしたものっていうふうにね、辛い思いをしなくてもうまくやっていけると思うんですね。そんな感じの考え方、それからやり方というものをね、ぜひ参考にしてやってみてもらいたいと思います。頑張っていきましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラムやってますのでフォローよろしくお願いします。パーサートレーナーのゆうじでした。